どうも、クビオです。今日なんですけど、この中古で購入した軽キャンピングカー仕様の軽バンに最新電装システムを DIY で取り付けます。本来ここに家具、テーブルなどついていたんですが、全て取り外して今断熱終わったところです。現在ベッドの骨組みだけ戻した状態です。もう間もなく最強の一人使い軽キャンピングカーが完成します。なんかワクワクしますね。ここのベッド下に電源システムを入れていきます。電源システムのコンセプトは軽バンだけど夏でもクーラーたくさん使えて外部電源に頼らない自己発電のみで旅ができるオーグリッド軽キャンピングカーです。屋根に 450W のソーラーパネルに強力な走行充電器、エンジンから電気を生み出すオルタネーターを高出力タイプに交換、そして電気の要サブバッテリーをリチウムバッテリー 600Ah 搭載します。多分軽キャンピングカーでこんなにバッテリーを搭載する人いないと思います。でも夏はそのぐらい電気欲しいんですよね。新車のキャンピングカーでこのレベルの装備オプションで購入したらとても高額になりそうです。後で機材紹介するときにざっくり金額もお伝えします。今回はソーラーパネル以外取り付けます。リチウムバッテリー、充電器関係、高出力オルタネーターの順番に取り付けます。まず車を軽く紹介します。トヨタピクシス版ターボ 4WD をベースに林営プロダクトさんというビルダーさんが製作したマイクロバカンチェス2人旅というキャンピングカー仕様の車です。一番の特徴は何といってもこの後部座席取っ払った2シーターになります。もともとは家具や電子レンジがついていたんですけど、一旦全部取り外し断熱し電気と家具を DIY で取り付ける予定です。今回取り付ける各機材を紹介する前に一旦仮で置いてみます。位置決まってから各機器を紹介します。はい、すべてベッドの下に収まりました。で、最後ここだけ収納ができました。ここに仕切りの板後で作ります。リチウムバッテリーは6台ちょうど入りました。で、ここちょっと隙間あります。固定方法はこんな感じでベルトを4本ぐらい下にはわしておきました。で、こういったモニターとかは上の方が見やすいんで、この辺に木の板貼り付けて取り付けます。この後部座席の手すりなんですけど、外したら M6 のボルト入りますんで、木の板などは固定が容易にできそうです。設置に関して注意したいポイントが、このマイクロバカンチェスメンテしやすいようにここの箱が取れます。で、そちらを継続して使えるようにしたいと思います。こんな感じでこの木の台座が上に上がってメンテがしやすくなります。こうなることによりこの運転席のシートが後ろにパカって倒れます。なのでエンジンルームのメンテナンスもしやすくなります。これよく考えられてますよね。で、ここバッテリー2個埋めちゃうと木が当たってしまったんで、ここ削ります。では今回この軽キャンピングカーに搭載する電装系の各機器を紹介していきます。ではこの運転席の後ろから順に紹介していきます。まずはリチウムバッテリーです。今回 100Ah を6台導入します。価格が1台 36,251 円でした。6台で合計 217,506 円。これセール期間で割引とかもありますんで参考価格になります。これほんとちっちゃいんですよね。高さが 227mm で、この横幅ですね、これが 260mm で、奥行きこちらが 133mm で、もともとこの鉛バッテリーが2つ付いていました。横に並べると新しいリチウムバッテリーがこんな感じでちょうど一回り小さいですね。重量的にはこの鉛バッテリーは1個 22kg で2つで 44kg です。で、この新しいリチウムバッテリーが 9kg、6個で 54kg です。なので数が増えてしまったんで、トータルリチウムバッテリーの方が 10kg くらい重くなります。ただ容量は鉛バッテリーに比べると実質6倍になります。この軽バンは最大積載量 200kg なんで 10kg 増えてもまだまだ余裕ですね。バッテリーよりもソーラーパネルやルーフラック乗せた方が重量上がりそうです。完成したら一度重量測っておきたいと思います。今回このリタイムのリチウムバッテリー選んだポイントがあります。一つ目が寒冷地低温カット機能があります。寒い場所で充電するとリチウムバッテリー著しく劣化するんですけど、低温になると充電をカットしてくれます。そしてなんと Bluetooth 内蔵されてますんで、アプリで状態管理できます。今回のシステムはこの液晶パネルで残量わかるんですけど、全体の残量になります。なので一個一個の残量はこの Bluetooth 内蔵であればアプリで確認できます。低温カットオフ機能、Bluetooth 内蔵、そしてコンパクトとこの軽キャンピングカーにはもってこいのリチウムバッテリーです。
今回のシステムは少しでも容量増えるように 100Ah コンパクトなタイプを隙間なく埋めましたが、 460Ah というタイプがあって、そちらは1台で完結しますんで、接続も簡単でコンパクトなので1台で済むので、そちらもかなりおすすめです。今回リタイムさんでほぼ全て揃えました。というのも周辺機器がかなり充実していました。バッテリーや充電器はもちろん、こういった周辺機器別で揃えないといけないものがリタイムさんから発売されていました。こういったものは相性など考えたりいろいろ調べないといけませんが、同じメーカーということで安心して使用できます。そして何よりリチウムバッテリーっていうのは安全面が不安ですよね。自分は違うキャンピングカーでリタイムをつけて1年以上経ちました。で、問題なかったので今回採用しました。そして価格も他のメーカーさんと比べると安いです。今回使用する各機器の詳細リンクは概要欄に掲載しておきます。バッテリーを充電する充電器は3つあります。ソーラー充電、外部充電、走行充電でサブバッテリーを充電します。これが外部充電器です。AC コンセントに挿してリチウムバッテリーを充電します。価格は 14,879 円でした。次これ結構でかいんですけど、ソーラー充電器になります。36,269 円でした。これが走行充電器です。24,737 円でした。で、走行充電器が今回一番難しいです。で、仕組みなんですけど、車にオルタネーターっていうのがあります。これでエンジンが動いた時は発電されます。そこからメインバッテリーに電気が行って充電されます。で、そこから走行充電器に行って、で、サブバッテリーに充電されます。ここが運転席の下、エンジンルームになります。で、これ、オルタネーターですね。これで電気作ります。で、ここからメインバッテリー、これですね。ここに電気が行きます。メインバッテリーから次は走行充電器に電気が行きます。メインバッテリーのプラス、ここから線が出ていて、で、車体下に行っています。で、下バーって通って、で、ここから線が出ていました。この線なんですけど、こちら前、鉛バッテリーありましたんで、こちらを充電していたケーブルになりますが、線が細くて今回使えません。ここで問題発生しました。このすでにあるこのケーブルなんですけど、かなり厄介な位置になりました。なので、このケーブルを外して新しいのに取り替えるのは難しそうなんで、もう、この運転席の後ろ、ここ、ドリルでぶち抜きます。この辺、何のためらいもなく穴開けれるのが、格安中古車の良さですね。エンジンルーム戻って、このオルタネーター、ノーマルですね。こちらを高出力タイプに変えます。こちらの高出力オルタネーターは、寿パーツさんで販売されており、53,350 円です。次取り付けるのがインバーターで、21,724 円でした。この DC12V から AC100V を変換して家庭用コンセントが使えるようになります。バッテリーモニターは 7,991 円でした。パスバー、こちら 5,799 円です。これはターミナルでここに配線をまとめられます。なくても大丈夫なんですけど、配線がかなり簡単になりますんで、こちら使用します。あとは鉛バッテリーの時に元からついていたヒューズやバッテリープロテクター、この辺もそのまま使います。全部合わすと税込みで 388,054 円でした。安くはないんですけど、キャンピングカー所有している方ならこの装備は破格というのがわかると思います。では、いよいよ取り付けていきます。まずはこの木のベッドですね。これ加工します。バッテリー収納しているここのボックス、メンテナンスで開けられるようにここカットしておきます。ここにバッテリーを置くと当たってしまいました。次、この充電器コーナーなんですけど、走行充電器など結構熱持ちます。熱持つと発電量が下がります。なのでここ穴開けて、このファン取り付けます。で、反対側も穴開けて風が通るようにします。で、ここは隙間ありますんで風は抜けると思います。ここの仕切りの板も穴開けます。ケーブル通すのと、あとは風も通って放熱できるようにします。この大きめのホール層、これちょうどファン穴いいですね。なんでここもぶち抜きます。2箇所ぐらいいきます。はい、無事貫通しました。最初ドライバーだったんですけど、途中からこのインパクトドライバーに変えました。こっちの方がやりやすかったです。思ったより綺麗にできました。じゃあこの調子でどんどん開けていきます。
バッテリー入れる常設ベッドの木材加工終わりました。マルチツールのおかげで意外と綺麗にできました。ここにファンを取り付けました。ここから空気が入ってこう流れる感じです。もしくはこっちですね。このファンは USB ファンで Amazon で買いました。また概要欄に詳細リンク貼っておきます。ここはもう壁なんですけど少し隙間があります。なので空気は流れてくれると思います。ここに板を追加しました。これでこっち側は普通の収納として使えて、こっち側は充電器関係が収まります。できるだけ軽量に仕上げたかったんで、このキーはキーを使いました。この場所にバッテリーが入る予定なんですけど、ここのキーを下半分カットしました。これで上に上げてもバッテリー当たらないと思います。後でやってみます。ここなんですけど、延長マットが上に置けます。で、こんな感じでパタってキーを開いてここに置くんですけど、ここをカットしました。こんな感じですね。でこうすることにより運転席このままでも展開することができます。これでも電装関係設置していけるんですけど、ここの運転席の後ろに穴開けたいんで先やっておきます。ここ鉄なんで鉄粉とかも飛びます。今回の DIY 最大の難関です。それではこのステップドリル徐々に穴を大きくしていきます。そして開けた穴にこのゴムのグロメットこちらで保護してでケーブル通します。でその時もこのコルゲートチューブ通して保護します。あそこはないけどちょうどここの裏に来るはずです。慎重に位置を決めて鉄粉飛び散ってもいけるようにこのマスカーで養生しておきます。さあいよいよ車体に穴開けます。いや緊張しますね。では行きます。意外とあっさり穴開きました。じゃあこの調子で穴広げていきます。はい、大きい穴開きました。あ、穴が見えます。光ってますね。じゃあ軽くヤスリかけて、あとはこのシャシーブラックで錆止めしておきます。エンジンルームからもシャシーブラック振って錆止めしておきました。それでは塗装乾くまでしばらく放置しておきます。はい、やってしまいました。ちょっと大きいトラブルが発覚しました。この 100Ah のリチウムバッテリー6台並列接続して 600Ah にしようと思ってたんですけど、視聴者様のコメントで 400Ah4 台までしかサポートされていないんじゃないですかという助言をいただきました。取説見たら確かに4台並列接続と書いていました。5台以上はダメとは書いてなかったんですけど、4台までの絵しか載ってませんでした。直列接続すればもっとたくさんの台数つなげられるようですが、直列接続はボルトが上がってしまうので、この周辺機器が全部使えません。そっか、もしかしたらダメかもしれないですね。今軽くネットで調べてみたんですけど、5台以上並列接続はダメという情報は載っていませんでしたが、電気関係は事故になると命にかかりますんで、一度リタイムさんに問い合わせしてみて、また明日作業再開します。はい、結局あれから3日経ちました。リタイムさんからは並列接続は4台を勧められました。せっかく6台用意したのでしばらく模索してみました。その結果デュアルサブバッテリーシステムで 600Ah 搭載にチャレンジしてみます。4台を並列接続してサブバッテリー1、そしてこの2台を並列接続してサブバッテリー2として切り替えて使用できるようにしたいと思います。これだったら 600Ah 搭載可能です。この切り替えスイッチを使います。こういった感じでバッテリーをオフにしてオンにするというバッテリー切るスイッチというのがあります。こちらはそのバッテリー切るスイッチに加えてセレクターみたいな感じでバッテリー1、バッテリー2を選べます。ここなんですけどオフになっていって、でこっちが1、こっちが2っていう感じで、こんな感じでバッテリーを選択できるようになっています。バッテリーの残量の分かるモニターももう1台買いました。こっちがサブバッテリー1、こっちがサブバッテリー2という感じで残量を把握できるようにします。ちょっと複雑になるんですけど、ここまで来たらもうとことんやってみます。こちら3日前に穴開けて錆防止の塗装したところ、もう乾いてますね。取っておきます。では早速リチウムバッテリー設置していきます。はい、6台しっかり固定できました。でこれメンテの時ですね、箱を上に上げることもできます。ここを少しカットしました。なんでこんな感じで上げ下げできます。バッテリーを並列接続していきます。
で、このケーブルなんですけど、今回38スキアというすごい太いケーブルで、こちらも Amazon で丸型端子付きのケーブルを購入しました。念のため、ゴム手袋をしておきます。並列接続なんですけど、このプラスはプラス、マイナスはマイナスで接続していきます。で、こっち側のこう見て横に並べているのが4台サブバッテリー1です。で、こっちが縦にしたのがサブバッテリー2台を並列します。並列接続完了しました。こんな感じでプラスはプラス、そしてマイナスはマイナス。この4つを並列、そしてこの2つを並列って感じです。ケーブルがかなり太かったんで、この曲げるのが結構大変でした。ドライヤーで少し温めてから手で曲げて型をつけました。で、ここに締め付ける金がありましたんで、このコルゲートチューブを巻いて一応保護しています。こっち側にもなんか貼っときます。次はこのバッテリーモニター取り付けます。ちょっと字汚いんですけど、こういう仕組みになっています。サブバッテリーがあって、プラスとマイナスがあって、ここに電気つくようになっています。プラスマイナスで。で、その間にこのシャントっていうのをかまします。それがこちらになります。間にかますことによって、ここから線が出ていて、でこのモニター、こちらに電流が表示されます。今回デュアルバッテリーシステムなんで、この切り替えスイッチでバッテリーを1と2切り替えます。なのでこんな感じでサブバッテリー1とサブバッテリー2両方シャントが必要になります。で、次この切り替えスイッチですね。ここなんですけど、ここに入れます。バッテリー1のプラスとバッテリー2のプラスをつなぎます。そしてここプラスとマイナスなんですけど、最後バスバーというのにまとめます。これがバスバーなんですけど、ここにマイナスの線つなぐことによって、全部の照明とかここにつけていったらマイナスにつながっていくことになりますので、ケーブルがスッキリします。プラスはプラス、こちらに接続します。なんでデュアルバッテリーシステムなのでちょっとややこしいんですけど、要はプラスマイナスがあって、マイナスのところにシャント抵抗をつけるって感じですね。で、切り替えスイッチでプラスはこっちからかこっちからか使えるように自分で選べる感じです。切り替えスイッチは別途したすぐ手届くところ、ここに置いておきます。これで容易にアクセスできます。バスバーはこの辺結構スペースありますんで、ここに設置します。バッテリーモニター用のシャントは、ここ、バスバーのマイナスからここバッテリーに行きますんで、ここに置いておきます。はい、サブバッテリーの並列接続完了しました。リチウムバッテリー固定していたこのバンドなんですけど、金具があってコルゲートチューブで保護してたんですけど、やっぱり嫌な予感しましたんでやめました。全部このマジックテープのバンドで固定しています。バッテリーをつないでいたこの38スキアという太いケーブルもカットしてちょうどに揃えました。途中から38スキアのケーブルがなくなっちゃったんで、もうプラスの方はこんな感じで少し細い22スキアというケーブルを2本つないでいます。ただちょっとですね、ケーブルの取り回しがあまり綺麗でなくなったんで、また38スキア買って後日付け直すかもしれません。で、こちら側がサブバッテリー1ですね。4台を並列接続しています。プラスはプラス、マイナスはマイナスで接続しています。一番端のプラス22スケア2本でこう接続して、ここに来ています。これがサブバッテリー1です。こっち側がサブバッテリー2です。でそれをこの切り替えスイッチで切り替えます。で切り替えた信号はここから出てきます。で、ここに出てきて、このバスバーに接続しました。で、マイナスはこのシャントをかまして、こちらもバスバーに接続しています。今はスイッチオフの状態でバッテリー繋がってないんですけど、1にして、このバスバープラスとマイナスにつなぐと電気がつきます。でこのバッテリーモニターはもうつなぎました。現在 0% で 13.1V と出ています。これ電圧は正しいんですけど、残量はまだ設定してないんで 0% です。サブバッテリー2の方は 12.9V です。これはまた上の方とか見やすいところに設置しておきます。リチウムバッテリーは Bluetooth 内蔵されてますんで、
このアプリ入れとけば接続できます。もうインストールしてきました。で、一個一個ですね、こんな感じで押すと残量がわかります。そして面白いのが BMS の状態やセルの状態がわかります。異常があればこんな感じでわかるんですかね。今通常になっています。で、バッテリー温度にサイクル回数って書いてます。なので充電回数ですね。そういうのもわかります。で、こちら次のページ行くと放電スイッチや電源オフスイッチもあります。なのでこの接続された状態でもアプリの方でオフにしとけば作業とかしやすそうですね。電気が流れることはありません。電気使用すると電気の流れもアプリで見れますし、こういったバッテリーモニターでも見れます。一旦この次インバーターつけて、これ AC コンセント使えるようになります。インバーター接続して電気消費してみて、問題なくリチウムバッテリー使えるか試してみます。はい、インバーター接続完了しました。インバーターは接続も簡単で、このプラスからプラスのバスバー、マイナスからマイナスのバスバーです。で、間にヒューズ 180A を入れています。こちら取説に書いていた推奨のアンペア数です。これがあれば万が一火事になるような大きな電力が働いたり、何か事故でショートした時もヒューズが切れて電流が途中でストップしてくれます。それでは早速つけてみます。まずこのスイッチ今オフになってますんで、バッテリー1にします。バッテリー1のモニターは今消費電力ないですね。0です。インバータースイッチを押します。つきました。ディスプレイ動きました。光りました。で、消費電力が 4.7 とか5とかですね。もう何も使ってない状態でインバーター電源つけるだけで 5W 近く消費しています。で、こちらリモコンついてましたんで、リモコンも使ってみます。では一回インバーター切って、ここのリモコンポート、なんかインターネットケーブルみたいな、そんなケーブルを挿します。リモコンから電源をしてみます。お、つきましたね。よかったです。で、こっちがバッテリーの消費電力は現在 5W ぐらいなんですけど、インバーターの方は 0W です。インバーターの AC コンセントに何も挿しないんで消費電力はないんですけど、もうつけるだけでバッテリーを少し消費します。このインバーター 2000W と大容量なんで、やっぱり対峙電力もバカにならないですね。では一回このミニホットフライパンですね。こちら使ってみます。前面に AC コンセントが1、2、3、4つありますね。はい、スイッチオン。つきました。こちら現在、バッテリーのモニターは 290W 消費しています。で、インバーターの方は 240W 消費しています。なんでやっぱりロスが結構ありますね。今はこの4台並列接続 400Ah のサブバッテリー1の方を使っていました。今度この2の方ですね。200Ah 使ってみます。このスイッチをこっち側にします。それで再度電源つけてみます。はい、つきました。次はこっちがサブバッテリー2の方のディスプレイが光りました。こっち側も一緒ですね。5W ぐらい消費しています。こっち側でも電気フライパン使ってみます。はい、問題なく使えました。よかったです。バッテリーの方は 288W 消費。で、インバーターの方は 240W 消費です。問題なく両方切り替えて使えました。で、このインバーターのディスプレイなんですけど、結構いいですね。この準制限波、ウェーブやインバーターの温度、そして 50Hz、60Hz とか周波数も出ています。いや、とりあえずこのデュアルサブバッテリーシステム完成しました。よかったです。なんかディスプレイいっぱいで面白いですね。それでは次は充電器関係つけていきます。この車のメインの充電システムになる走行充電器つけていきます。ここのスペースに置いていきます。取説で見ると、ここにモードありますんで、バッテリーの種類をこれで切り替えるようです。リチウムバッテリーは LFP ですね。で、ここに付属のケーブルあるんですけど、これをこの D プラスとインプラス、こちらにつなぐと電源が入るようです。で、こっち側に付属のケーブル、黒い方、挿すと 60A が 30A に制限されるようです。で、走行充電器の下にこの木の台用意しました。で、この上に乗せていきます。で、そうすることにより、ファンが風入ってきて下抜けます。で、ここにソーラーパネルとかの充電器またつけますんで、全体に風行くようにしておきます。では接続していきます。この走行充電器からサブバッテリーへ接続するんですけど、これはすごい簡単で、この走行充電器のプラスマイナスを、ここのプラスのバスバーとマイナスのバスバーにつなげば OK です。で、問題はこのメインバッテリーから走行充電器につなぐケーブルです。走行充電器のインプットがこちらにもプラスマイナスあります。このエンジンルーム内のメインバッテリー、プラスとマイナス接続します。で、プラスはここなんですけど、この間開けた穴、こちらを通します。
マイナス側はボディアース接続になります。これマイナスなんですけど、ここケーブル出ていて、ここですね、ボディアース、ここにネジで止まっています、マイナスは。後部座席側のボディアースは、このサブバッテリーの下ら辺ですね。ここにボディアース、ネジが止まっています。ちょっと見えにくいんですけど。で、その後ろのボディアースをもうこのマイナスのバスバーに接続してますんで、こちらですね。なんで、ここに走行充電器側のマイナスをつなげば、直接ケーブルをつながなくても、このボディアース、ボディを伝って電気が流れます。なんか触ったらピリッとくるんじゃないかと不安になりますが、車の電装関係は全部ボディアース使ってるみたいなんで、走行充電器もこのボディアース使っていきます。で、元からあったボディアースが8スケアと少し細いんで、もう一本8スケア同じケーブルをここに合わせておきます。はい。だいぶメカメカしくなってきました。このケーブルの取り回しの関係で、走行充電器以外の充電器もとりあえず今仮でつけています。このエンジンルームのメインバッテリープラスからケーブルが出て、で運転席後ろ穴開けて、ここにケーブルが出ています。でこんな感じでコルゲートチューブと結合バンドでカーペットのようなものに固定しました。そして走行充電器に行って、最後サブバッテリーに行っています。そして安全上取説にヒューズを入れてくださいと書いていました。できるだけメインバッテリーの近くがいいということなんで、このメインバッテリーからすぐこれヒューズですね。で、これスイッチオンオフのヒューズなので、ここで信号をカットすることもできます。マイナスの信号はここに追加しました。こうケーブルが張って、ここですね。前からあったマイナスボディアースの信号8スケアと新しく設置した8スケアのケーブルを共締めしています。そしてマイナスの方にこちらオンオフできるスイッチつけました。これも Amazon で買ったんですけど、仕組みとしては、これ回すとオンになって、これ離すと、こことここ離れます。なのでケーブルつないだままメインバッテリーの接続をオフにできます。これ作業するときもいいんですけど、長時間車乗らないときにバッテリー上がりを防ぐこともできます。そして元からこのマイクロバカンチェスにあった走行充電器用のケーブル、これ細いやつなんですけど、こちらも絶縁して、一旦結束バンドでどこかに固定しておきます。この走行充電器なんですけど、少し設定変えました。この裏の D プラス、インプラスに赤いケーブルを挿すと電源が入るということなんですけど、エンジン始動していなくても走行充電開始されるということだったので、もう一つのやり方、アクセサリー電源かイグニッション電源をこの D プラスに挿すやり方に変えました。このモードだとエンジン始動した時に充電開始されるようです。このモードは取説に書いていなかったんですけど、リタイムさんに直接聞きました。ちょうどイグニッション電源が来ていました。このケーブルです。マイクロバカンチェスの走行充電はイグニッション電源とメインバッテリーからの8スケアのケーブルを使用していたようです。もしイグニッション電源やアクセサリー電源が来ていなかったら、このヒューズボックス運転席してありますんで、そこから電源を取ることになります。そしてリタイムの走行充電はメインバッテリー下放電保護機能があります。いわばメインバッテリーが減ってくるとサブバッテリーへ充電されなくなるメインバッテリーを保護する機能です。なので今回のセッティングはエンジンを始動して走行充電が開始されます。そしてメインバッテリーの残量がなくなってくるとサブバッテリーの充電もストップするキャンピングカーにちょうどいい仕様になります。さあこれで充電できるか実際にエンジンつけて試してみます。まずはサブバッテリーこちら1の方に接続します。切り替えスイッチを1にします。そして作業中だったんでこのメインバッテリーをオフにしていました。でオンにします。これでメインバッテリーがつながりました。そしてここにヒューズありますんでこれもオンにします。そして今回車内からも走行充電をオフにできるスイッチをここにつけました。これもオンにしておきます。いわば三重カットシステムですね。このエンジンの切り替えスイッチでサブバッテリーカットもできるし、ソファー下の走行充電器スイッチ付きヒューズでもカットできるし、エンジンルーム下のメインバッテリーすぐ横のスイッチ付きヒューズでもカットできます。いやーなんか怖いですね。ガレージ換気しておきます。成功してくれ。頼む。はい、走行充電のランプついています。現在 60A 800W で入力されているんですけど、オフになったりしています。
オンになって 800W 充電されて、でしばらく経ってまたオフになって、一旦ゼロになってからまた60A 充電されて 800W 入力、そしてまたオフになるって感じです。もしかしてこの 60A 充電っていうのが今のノーマルのメインバッテリーでは発電量が足らないかもしれません。一旦切ります。60A 800W 充電された時はここの緑のランプなんですけど、オフになる時はこの赤いランプ故障というのがつきます。一旦このケーブル接続して 30A に充電量を制限してみます。はい、ケーブル挿しました。これで 30A に制限されると思います。はい、緑のランプつきました。で、故障のマーク、赤のランプはついていません。で、5分ぐらいチェックしたんですけど、30A、約 400W 入力されていて、でゼロにはならないんで、やはり 60A 充電が原因だったようです。軽バンのメインバッテリーとオルタネーターの発電量はやはり少ないので、この 60A の走行充電は使えないようです。後でこの高出力オルタネーターに変えてみます。これどうなるか楽しみです。とりあえず走行充電器の設置は OK です。次はソーラー充電ですね。もういよいよ終盤になってきました。こちら屋根に乗せる予定のソーラーパネルが 450W と大容量高電圧なので、ソーラーチャージャーも大きくなっちゃいました。で、こちらも Bluetooth 内蔵されてますんで、スマホで状況を見ることができます。配線はソーラーパネルから2本のケーブル出て車内にあります。で、それをここにプラスマイナス挿して、で、ちょっとここ柱で見えにくいんですけど、プラスマイナス横があります。で、これをサブバッテリーにつなぐと、ソーラーからの充電が来て、サブバッテリーへ充電されます。ソーラーチャージャー取り付け完了しました。今回ソーラーパネルからソーラーチャージに入る手前に切り替えスイッチ入れました。これ横から見た感じなんですけど、この状態にしているとソーラーチャージャーの方に信号が流れます。この下からソーラーパネルが来ています。で、こっちが真ん中にすると接続が切れている状態です。で、こっち側にするとこのケーブルに行きます。このケーブルはこっから出していて、こんな感じでポータブルバッテリーに充電できるようにしました。こういったポータブルバッテリー、ソーラーパネルから入力できるコネクタついています。これとこれを挿せばポータブルバッテリーが充電される状態になります。なのでリチウムバッテリーが満タンの時とかはポータブルバッテリーに充電します。ソーラーパネルからソーラーチャージャーに入力されて、次ソーラーチャージャーからリチウムバッテリーに充電されるんですけど、その間にこのヒューズつけました。50A です。このソーラーパネルは 60A まで対応してますが、今回つけるソーラーパネルはボルトが高くてアンペア数はそんなに高くないんで低めのヒューズにしました。このソーラーチャージャーはもう電源がついています。今現在サブバッテリーのボルトが表示されています。あとはソーラーパネルから何アンペア来てるか、温度何度とかそういった情報が見られます。ソーラーチャージャーに Bluetooth が内蔵されていますので、アプリでも確認できます。このソーラーチャージャーはソファーの下なんでも本体表示は見ることないと思います。このアプリでの確認は結構使うかなと思います。ソーラーパネル何ボルト何アンペア入力されてるか、サブバッテリーの状態ですね、温度とかも全てわかります。で、こんな感じで過去のデータですね、何月何日何ワット充電されたかなど蓄積データを見ることができます。今屋根にソーラーパネル乗っていませんので、また設置した時に使用できるか確認します。とうとう最後の充電器です。外部充電器、これ AC コンセント挿して、もうそのままリチウムバッテリーを充電できます。これが AC コンセントですね。で、反対側はリチウムバッテリーに接続するんですけど、アンダーソンコネクタになっています。リチウムバッテリー側は丸型端子で、このコネクタですね。これをこう挿すだけで接続されます。外部充電器のアンペア数は 20A なんで、そんなに速くないですね。ここの上に乗せます。この L 字金具つけました。こんな感じで設置します。で、こっちも L 字金具つけておきます。外部充電器接続完了しました。一回試してみます。コンセントはこの横に置いています。
はい、赤いランプつきました。現在 19.9 アンペア、263ワット充電されています。問題なく充電されました。結構ファンの音うるさいですね。風がすごい出ています。さあ、これでリチウム化と充電器関係取り付け終わりました。もうほぼ終わったと同然です。あとはバッテリープロテクターとヒューズボックスになります。こちらはマイクロバカンチェスに標準で付いてたやつです。バッテリープロテクターはバッテリーの残量がなくなってくると電気をストップしてくれる機器になります。こちらなんかもう配線が決まっているようなんですけど、取り外す前に写真撮ってきました。もうこのまま真似します。これ鉛バッテリー用なんで、今リチウムバッテリーで電圧が違うんで意味がないんですけど、とりあえずつけておいて、リチウムバッテリー用のバッテリープロテクターもあるようなんで、いずれそちらに取り替えます。これはヒューズボックスです。今回たくさん取り付けたこういった大きいヒューズですね。これ80アンペア用なんですけど、それのちっちゃいバージョンになります。全部10アンペアです。ここに冷蔵庫や元がついてた照明など取り付けていきます。ようやくスポットライトなど使えるようになります。もうこの辺は何もいじらずに前のまま取り付けます。今回新たに取り付けたい装備がスイッチです。こういった小型のスイッチを売っていました。これをこういった赤い線ですね。冷蔵庫や照明など行く線なんですけど、冷蔵庫や照明など電気を送る線にこのスイッチを割り込ませるとオンオフができるようになるようです。これがスイッチの構造なんですけど、バッテリーから電気が流れて電気がこうやって光ります。こんな感じでスイッチをつけるとバッテリーから一旦スイッチの方に経由して、でここでオンオフ切り離してつけるをします。で電気がオンオフできるようになります。すごい単純な構造ですね。はい、取り付け完了しました。冷却ファンの電源など全て取り付けました。電気関係試していきます。これで照明つかなかったら最悪ですね。ドキドキします。でまず作業用の照明。これは家のコンセントにつないでました。消して、まずはこの元からあった照明つくかやってみます。無事つきました。よかった。でこの照明はここにスイッチ取り付けました。ここでもオンオフできます。これでメインの照明が消えました。次は内張りに取り付けたスポットライトの照明ですね。6連です。これつけていきます。ここにリマーをつけました。これで調光できるはずです。さあつくでしょうか。お、つきました。やりました。これかなり明るいです。現在マックスで照明つけています。サブバッテリーのディスプレイでは現在16ワット消費です。結構省エネですね。で実はまだ照明あります。ここにスポットライトつけました。これ前からマイクロバカンチェス純正でついていたんですけど、ちょっと長くてたまに頭打っていたんで、この短い方 Amazon で売ってましたんで、こちらに取り替えました。これを運転席の後ろとリアのここですね、ここにもつけました。そしてテーブルの上につけれるようにこんな感じで配線伸ばしてとりあえず置いています。では一回つけてみます。このスポットライトの照明を消して、でここにボタンがあります。つきました。ほんのり光っています。こういった感じでダウンライトのように雰囲気のある照明になります。寝る前とか良さそうですね。一旦全部の照明つけてみます。もうめちゃくちゃ明るいです。これなら YouTube の撮影もしやすそうです。全部の照明つけて 34.5W です。そして冷蔵庫の電源用にここにシガーソケット配線しました。取り付ける予定の12リッターの車載冷蔵庫、電源入るか試してみます。冷蔵庫の電源はここにスイッチつけました。つきましたね。問題なく使用できます。このタイプの冷蔵庫以前9リッター使ってたんですけど、結構ちっちゃかったんで、この12リッターっていうのがありました。こちらをビルトインにする予定です。次はこの走行充電器を冷やす冷却ファンですね。サーモスタット入れました。これも Amazon で1000円しないぐらいで売ってたやつなんですけど、この PC ファンの電源サブバッテリーから取ってるんですけど、その間にこのサーモスタットを入れます。これ取説中国語だけだったんですけど、なんとなく分かりました。ここのボタンを押すと何度になったらファンを電源を回しますかっていう設定温度が決めれます。で長押しでこんな感じで温度決めれます。一応31度にしときます。でこれが温度計なんですけど、ちょっと人肌で温めてみます。はい、どんどん上がってきました。現在 30.5 度、31度になりました。電源つきました。しっかり回っています。かなり風強いですね。この後方にも走行充電器の下開けたんで
かなり風が来ています。これは全体冷却できると思います。で、温度が下がったら自動的に止まるようになっています。このサーモスタットめちゃくちゃ便利ですね。これも人類の英知だと思います。配線なんですけど、こういった USB ファンなどはケーブルが細くてハンダゴでしないといけないんで、自分ちょっと持ってなかったんで、こういった被覆向いても挿してこのパチンってするだけで接続できるコネクタを使いました。ここまで来たら最強の軽キャンピングカーにするため、この高出力オルタネーターつけて強力な走行充電システムにします。オルタネーター販売先の寿パーツさんが取り付けに関しての取説送ってくれました。注意事項なども書いています。参考の取り付けの YouTube 動画を送ってくれました。やっぱり動画の方が分かりやすいですね。これ見ながら作業を進めます。メインバッテリーの電圧も正常値で、バッテリーはもう外しておきました。これで作業を進めます。ここが運転席の下のエンジンルームになります。で、これがオルタネーター、電気を発電します。このベルトからエンジンの動力伝わって電気発電して、で、メインバッテリーに充電されます。この車の機構すごいですよね。一つ一つ役割があって絶妙なバランスで設置されています。これ作った人間ってほんとすごいなと思います。それでは取り付けていきます。手順としてはこのサイドブレーキのとここですね、もう外してしまって横にずらして取りやすくします。そしてボルト緩めてベルトも緩めて取り外して交換して取り付けるという流れです。はい、ここでトラブル発生しました。あとここのボルト 14mm の2つ外して外れる感じだったんですけど、なんとここが、固着して取れません。1時間頑張ったんですけどダメでした。この潤滑剤塗ったりハンマーで叩いたり温めたりいろいろネットで調べてやってみたんですけど、もうちょっとこれは手に負えません。残念ですがちょっとまた対策考えます。ボルト折れることもあるようなんで、もうプロに任せた方がいいかもしれません。とりあえず走行充電器は 30A では充電できますんで、そちらでしばらく使っていきます。高出力オルタネーター取り付けてくれる車さんまた探しておきます。気を取り直して最後の仕上げ、このサブバッテリーのディスプレイを壁に取り付けます。でこのキーなんですけど取り付けようと思います。手すりのところですね、ユーティリティナット用の M6 の穴が開いてますんで、そちらを利用します。配線隠したんですけど結構目立ちますね。とりあえずこれは仮でいきます。ディスプレイ綺麗に収まりました。よかったです。左からインバーター、そしてサブバッテリー 1、400Ah、サブバッテリー 2、200Ah の合計 600Ah 搭載です。高出力オルタネーターは残念でしたが全て取り付け終わりました。ソーラーだけチェックできてなかったんですけど、今結構晴れてますんで、この屋根にあるソーラーのケーブルこれつないで、このソーラーパネルは 100W ぐらいだと思います。あとはこのソファーの下にあるソーラーパネルからつながっているこのブレーカーをまずオンにします。で次はこのセレクターですね。今がオフになっていて、こっち側にするとサブバッテリー、こっち側はポタ電です。ではサブバッテリーの方にします。ソーラーチャージャー、このソーラーパネルのマークのところに電気がつきました。そしてソーラーパネルからバッテリーの矢印が出ています。これ充電されてます。アプリで確認すると現在 55W 入力されています。こっちからのディスプレイでも 53.5W 入力されているのが分かります。すべての伝送機器取り付けチェック終わりました。いろいろトラブルありましたが、理想のサブバッテリーシステム構築できました。このメカメカしい感じかっこいいですね。これ眺めながらご飯何杯でもいけそうです。小さい車に最新バッテリーシステム搭載し、自己発電のみで夏場もクーラーたくさん使える軽キャンピングカーは想像しただけでワクワクします。あとは家具の DIY で完成です。早くこれで車中泊に行きたいです。最初に説明した時より少し手直ししました。まずですね、このケーブル22スキアの2本ケーブル出てたんですけど、38スキア届いたんで、
もう38スキア1本に変えました。こちらですね。少しスッキリしました。で、この辺、マイナスとプラス結構交差しているところは、コルゲートチューブ巻いて保護しておきました。このサーモスタット1つあったんですけど、2つに変更しました。で、走行充電器も熱結構出るんですけど、このソーラーチャージャー、ソーラーパネルの充電器もかなり熱持ちます。ここに温度計テープでつけています。これで充電中に温度が上がってきたら、この冷却ファンが回り、温度が下がる仕組みになっています。充電関係は高温になってくると危険っていうのもあるんですけど、充電量がそもそも抑えられます。なので温度を下げて冷却するのがかなり重要になってきます。今回のバッテリーシステムでこだわりポイントがあります。それはこの壁に全部ケーブルを剥がしました。できるだけこの床の方はケーブルを置かないようにしました。ごちゃごちゃしてるんですけど、メンテはまだしやすいと思います。そしてしばらく乗らないためのサブバッテリーのキルスイッチですね。ここでオフできますんで、しばらく乗らない時もバッテリーがほぼ減りません。で、エンジンルームのメンテナンス性です。ここの椅子が後ろに倒れるように、この箱、上に上がるように設置しました。こんな感じです。これなら運転席を後ろに倒してエンジンルームのチェックも容易にできます。次こだわったのはこの木目のディスプレイパネルです。ホームセンターで売っている杉の木なんですけど、木目のコントラストが綺麗な木を使いました。またこの辺スペースありますんで、また照明とかいろいろ取り付けていきます。ちなみにこのチョボなんですけど、ここにあるのはこのゴーグルとかですね。こんな感じで設置しようと思ってます。誰もこの養生テープでかたどったRだとは気づかないでしょう。今回設置にあたりたくさんの機材や工具を使いました。その中で使いやすかったもの、逆に注意点など簡単にお伝えします。まずはこのバスバーですね。これは本当に良かったです。こんな感じで赤のケーブル全部集めたり、黒のケーブル全部集めたりできます。かなりスッキリしました。このバスバーがなかったこの赤のケーブルは全部ここに集中するんですね。なんでかなりわちゃわちゃします。自分はこういったシステムをするときはこのバスバーはもう必需品だと思います。そして工具なんですけど、ケーブルの被覆を向くこの工具ですね。これほんと買ってよかったです。こんな感じで22スキア、38スキアなどありまして、ここにもう挟んでくるって回し引っこ抜くだけで被覆向きが完了します。あとは小さいサイズの被覆向きです。これは結構細いケーブルも簡単にこう入れてくるって回して引っ張れば抜けます。配線するときにこの結束バンドベースビスタイプなんですけど、これはめっちゃ良かったです。これ両面テープだけって結構よくあるんですけど、ビスも打てます。でこんな感じでたくさん使いました。これいいところはビス打ちなんでもう絶対に外れません。そして結束バンドと別なんで、配線してからやっぱり違うなと思った時に結束バンド切ればもう一回配線したケーブルを固定や束ねたりできます。このやり直しが効くのがすごい便利でした。あとはこのワンタッチのケーブルの血栓ですね。こんな感じで開けてパチンで締めればこの血栓できます。結構強度もありましたんで、こういったサーモスタットなど細いケーブルのところですね。こういったところはワンタッチコネクタ使いました。こういったワンタッチコネクタ使えば時間も短縮になりました。で注意点なんですけど、今回自分この22スキアのケーブルを2本束ねてこんな感じで使ってました。でこれが結構大変でした。端子つけるときにですね、こう重ねてできないんでこうずらすんですね。こんな感じで。なんで配線の取り回しが結構大変でした。もうできればこんな感じで太いケーブル1本の方が配線の取り回しは楽だと思います。あとは重量ですよね。たくさん積めば重量が増えてきます。車によっては車中泊の荷物が置けなくなってきます。この車は最大積載量200キロなんで全然余裕なんですけど、また家具など全てつけてから一度ゴミ捨てに行くときに重量を測ってみます。今後なんですけど、家具を戻して DIY 続けていきます。で、つけたい装備がですね、レンジフードです。もう大きい換気扇つけて、ここで焼肉できるようにします。で、後ろ側は電子レンジやオーブントースターなど家電を積んで快適な車中泊を目指します。一旦ですね、この状態、ベッドありますんで、この状態で車中泊に行ってきます。たっぷり電気ありますので、たくさん使いながら走行充電器も試して、次の家具を作るにあたって使い勝手を考えながら車中泊していきます。またそちらも動画にしますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。